8割は僕はもう100人組であの経験があって、あれよりきついことってこれから先ないんだろうなっていうモチベーションなんですよ。上田選手だったらもっと打ち合わせにこういうふうにできるのにっていうのは、いやそうですよね。いや本当にね、そこ大反省なんですよね。100人組で初めて、本当長所は短所、短所は長所みたいな言葉って本当にそうなんだなと思いましたね。中学生の時に極真のビデオを見て、V ターンの時に中学生の時にハマったんですよ。それでもなんか思いっきり叩いても大丈夫だし、鉄パイプになって最後鉄網になったんですよ。あれですか。こんなのってそれがもう楽しくてしょうがないです。多分僕たちって YouTube 的に言えば頭使う空手家だと思われてるじゃないですか。今の現代空手家の中で多分多分5本の指で入るぐらい多分頭おかしいことやってると思うんですよ。多分その技術とか。あともうちょっといいですか。さっき聞こうとしてた100人組手。そう、それを最後聞きたかった。すみません、100人組手をちょっと聞きたいんですけど、僕もやらせてもらっても、正直僕が今総合格闘技に行ってるモチベーションの8割は100人組手なんですよ。そうなんだ。例えば極真の僕の自信においてですが、僕自身の自信つくっていう意味で言えば、僕世界チャンピオンになっていったっていうのは2割ぐらいしかなくて、8割は僕はもう100人組手のあの経験があって、あれよりきついことってこれから先ないんだろうなっていうモチベーションなんですよ、正直。その気持ちで今僕は言ってるんですけど、実際どう、ちょっと率直に100人組手はどうでしょう。しんどいな。すごい。そうですよね。もうあれですけど、僕からしたら本当にね、冠水者なんで本当にいろいろ聞きたいんですけど、これしんどいの一言ですよね。一言で言ったらそこに帰結する。しんどい、きつい、もう嫌なんですよね。ただ自分の場合は上田選手と圧倒的に違ったのは、引退して完全に100人組手用だけにフォーカスした練習をしてやったんで、もう正直、選手の時のまま、選手の練習のままで100人やったら絶対無理です。やれない自信があります。今の僕はもう当然無理ですけど、選手の時ってやっぱり決められた時間内に自分の全てを出して勝つっていう意識で練習するじゃないですか。でも100人組手の時ってそれのモチベーションを持ってやっちゃうと持たないんですよ。だから上田選手のやつ見てても、なんかやっぱ選手そうですね、やっぱりもしかしたら今後戦う相手が相手ですからね、やっぱりちょっと意識してなくても勝手な意識はしたのかなって。だからもうなんか全然もっと打ち合わずに、上田選手だったらもっと打ち合わずにこういうふうにできるのにっていうのは、もうなんか半分ぐらいの打ち合いで済むのにっていうぐらい。いやそうですよね。いやもう本当にね、そこ大反省なんですよね。もうだからさっきの技術じゃないですけど、1来たら1返すっていうのがインプットされすぎて、100人組手で初めて、本当長所は短所、短所は長所みたいな言葉って本当にそうなんだなと思いましたね。だから長所が短所になりましたもん、100人組手は。だから自分ももうそういうその選手の意識は絶対持たないと思ってたんで、もう練習もガラッと全部変えたんですよ。で正直言うと僕は100人組手用に1年間かけて選手としては良くなったっていう自信があるんですよね。正直100人組手の完成のためにミットも選手にとって実は僕って本当に追い込み稽古するときは試合時間以下でしかやらなかったんですよ。例えば2分3セットとか322だったら322の間に立ってられるスタミナを残したら僕失敗だと思ってて、もちろんみんなとボード練習するときは当然なんですけど、その倒れてもいい状況でやるミットの時は立ってるスタミナが残るんだったらなんでもっと最後に手数を上げてらっしゃるかっていうのを自分に課してて、立ってられたら失敗で、なんかマックスやる時とか無制限ダッシュとかやって足がもつれて倒れたら成功みたいなダッシュやってたりとかこれもうサムネタイトル決まりましたね。空手家は変態だった。だからその当時選手の時はもうそういう練習してたんで、決められた時間内に出せないんだったら意味がないっていう練習をしてたんで、それをもう100人組手前になったら1年間ビッグミットの練習は1分間半かける20分を週3回から4回やってたんですよ。でビッグミット中の
上げるときはバーって上げて、上げないときはもうひたすらポジショニング意識してっていう感じで、もうスタミナ稽古の練習ももうひたすらもうマラソンみたいな練習のスタイルで、組み手もひたすら相手に打ち合わせないようにするにはどのポジショニングでどのフェイントがいいのかとか、そんなことばっかり練習してて、あとはもうサウスポースタイルを練習したりとか、僕もともとサウスポースタイルでは試合とかはしなかったんですよ。なんでサウスポースタイルで練習して、オーソドックスで構えるとき、サウスポーで構えるときを露骨に分けて、待ってる選手が自分のときどっちで来るかわからないっていうののためだけにサウスポーを練習したりとかで、オーソで対応されてきたなと思ったらサウスポーに変えたりとかっていう感じで、そのためだけの練習を散々してたんですよ。なるほど。まあ確かに僕も100人組手の練習はしたんです、もちろん。ただやっぱ選手はね、同時並行で選手の結構、そうですよね。だからすごく今の話聞いて、まあ、すごく分かるものはある、なるほどなと思いましたね。というか、まあ、今100人組の話なので、ごめんなさい、僕脱線しちゃう癖があるんですけど、倒れる前みたいな、そういう考えめちゃくちゃ今すごい感銘を受けましたね。すごい気持ち分かります。3人に終わって、よし今日動けたんだよな、今日調子よかった、お疲れ様でしたって元気になってる自分が嫌だ時あります。確かに調子いい時に3人にブワーって見とって3セット目終わってお疲れ様でございましたっつって普通に飲み物飲んで普通に立ってなんか外ぼーっと眺めてるとかやってると、あれそういうの俺本当に今日追い込めてなかったな、自問自答したくなることは確かにあって、その考えを本当に実践してたとお前本当にいや自分もその考えあって、やっぱり要はあれですか、もうひたすらやってもこうなって追い込めたってことですか。で終了ってなんですか。そうですね。自分とかはビッグウッドの追い込みの時とかはもう本当合同練習とかじゃない、自分のためだけに追い込む時間とかはもう本当に毎回このミットごとにもう倒れるまで出すのが自分の義務だったんですよ。だから逆に倒れれなかったらもうそれ失敗だったんで、なんか1分ラッシュ5セットとかでも倒れれなかったらもう1本追加でとか、倒れれなかったら無制限を1本追加とかって感じでやばいっすからね、これやらされてないわけですよ。だってそうですね、逆にやらされてたら無理ですね。そうですよね。で逆に5セット終わって立ってたらもう一回ってやるわけですよね。で、まあ、例えばじゃあ6セット目で倒れながらもう今日は終わりみたいな感じで1時間目30分ぐらい立てなくなるわけですよね。それを収録5、6やってるわけですよね。その完全なそこまでの追い込みのでもあれですね、1回それが1メニューぐらいで終わるんだったら、まあ、収録とかで追い込みとかやるんですけど本当にそのメニューのためだけに1日取るときとかはもう週1回2時間ぐらいかけてそれの複数種類のメニューをやってる。これで終わり。止めて始め。もうなんか本当ストイック超えて本当にド変態だと思う。いや、少しは世界チャンピオンなんですよ。僕今日嬉しいっす。やっぱりね、共有できて変態を。でもそれやると
最後まで動き切れるっていう本当ですね自信があるのと、本当そうですでだからその練習よりもしんどい試合なんてほぼないんですよ試合の方が楽っていやそうですよねそこまでやってるからこそですね、本当に。すごいだって毎日酸欠なんですよね。そうですね。だからあれなんですよ、僕たちは皆さん健康には気をつけましょうとか話してるけど多分オーバーワークっていう言葉を辞書から消した2人だと思うまあそうですね、健康には悪そういやもう収録3件は健康悪いですから絶対医者に行ったらやめなさいって言われますよ収録3欠でオーバーワークならないわけないですよ。そうですね。僕だからあれなんです、今もそうなんですけど電話してすみません今日ちょっと疲れてるんでちょっと今日は休みますとか言うとオーバーワークだねとか言われるんですよ。それがすごいショックなんですよ。それは違うって言いたくなりますオーバーワークって言葉を自分の辞書から消したオーバーワークなんてないみたいな。あと変態って言ったらいいかな、昔初めて、はい、そのマスクつけて追い込むのが流行りだしたのが2010年ぐらいの頃に、なんかやってましたね、ビデオ見るとは。不織布のマスクつけて自分に外しちゃいけないっていう義務をつけて、その倒れるまでラッシュをやった時に、嫁さん看護師なんですけど、その時追い込む時に来ててそれでラッシュして本当に酸欠状態で倒れてちょっと意識こんなくなって嫁さんが救急車呼ぼうかと思ってっていうかもうやっぱすごいですね。ただそれは何度かやってみて自分の動画でも言ったんですけど、マスクつけてやると呼吸をしなきゃいけない方に意識がいっちゃって、その打撃と呼吸が合わなくなっちゃって、それのメニューやって2ヶ月ぐらいでその打撃が弱くなってきちゃったんですよ。で結局それをやりすぎたせいで自分の無意識の打撃と呼吸が合わなくなってきて、でそれをやめたら打撃が戻ってきたんで、ダッシュとか他の呼吸制限のできることは呼吸制限するけど、ミットとかのメニューの時だけはもうマスクをしないようにして。なるほど。やっぱりその呼吸と攻撃が合わさると強くなったりもしますし、ね、だからマスクつけての呼吸法と多分つけてないのの呼吸の仕方と違うから威力の差が出てきちゃうんですよね。なんでマスクつけて呼吸制限でミットやっててずれ始めて、それで自分で意識しだしてからは打撃の時はもう絶対にマスクつけずにちゃんと呼吸は打撃に合わすっていうのはすごい意識しました。呼吸って本当大事ですよね。なんか一時期ロシアの選手によって真似したんですけど、こんぐらいのチューブを刺した後に懐かしい。やってましたね。自分が真似した。ブレイクアウト。ちょうど第8回前に。そうですよね。そう。だからああいうので本当自分も呼吸のやつやったりとかしてましたね。すごい喋りすぎ。多分その喋ったでしょ。30分ぐらい。これ多分止まらないです。止まらないです。その先来てきますか、YouTube。いやまだ話したいことあるなら。なんですかその編集するのめんどくさい。違う。イライラの顔。多分これを見る人は空手が好きな人が寝る前とかご飯食べてる時に多分垂れ流して見るんだろうなっていう。それも見えてるんですね。垂れ流すってんですか、垂れ流す。知らない人見ても一つも面白くない会話がちょいちょい。でもマニアからしたら多分だいぶ面白い。僕のチャンネルで言えばまずマニア集めてからのちょっとにわか来てみたいなまだマニア集め時期ですもんね。僕も変態から手かない。やっぱり世界王者は変態だったんで一回しますよ。そんな感じでありがとうございます。いろいろちょっと本当にYouTube の方でこれを機にまたちょっと今後ともよろしくお願いします。こちらこそでもやっぱり本当に最後に話すあれですけど、いいですか、最後に僕の中ではもう大山門下ですよね、皆さん。大山総裁のもう僕たちはなんか、もちろん僕は松井館長の弟子だと思ってるし、当時のその支部長の弟子だと思ってますけど、やっぱり大山正総裁の弟子だと僕は思ってて、それはなんか全員一緒ですよね。だからそれをなんか話してて、やっぱりみんな同じそういう極真なフルコン直接打撃性が好きな、そうですね。やっぱすみません勝手ながらですけどなんか仲間だなと思ったし。だからもっとなんかあれですね、こう YouTube を通して逆に YouTube だからこそなんかいろんな流派で集まってなんかみんなで話したいですね。なんかこんな止まらなくなりそうですよ。もう多分もう本当になんか逆に生配信でもう3時間ぐらい垂れ流しでなんかやってみんなで語りたいですよね。コメント欄にもまた多分空手ファンから来てそういうのやりたいですね。なんかあとセミナーとかも一緒にもしよろしければなんかやりたいですね。
空手家のそれこそ有名度が集まったらすごいことになる。すごいと思いますよ。それでなんかセミナーとかそれこそ生配信で話したりとかも絶対多分楽しいと思いますね。いやこれを機にちょっともう本当体が一つになってほしいじゃないですか。そのために僕は総合行ったし YouTube やってるとこあるし、多分同じ考えを持っていただけると思うんで、そういうことでちょっと喋りすぎたんでこの後また続くんですけど YouTube がここまでってことでということでありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。おっす。よろしくお願いします。いや楽しかったはい、ありがとうございます。思いっきり蹴ってもらっていいですか。それ手で止めるんですよ、シャーとかで。で止めてこっちってこう構えて横にやっていく中で。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。上田選手の、チャンネルの方で、この対談の、前半部分を、流してますんで、ぜひそちらも見てください。ありがとうございます。話しすぎました。いやもうなんか、多分止めようと思わなければいつまででもいけそうなんか極真の話になると多分やばいと思いますもっといけますね。なんならもっと前までいっちゃえる。生配信とかいろいろ何時間とかでもやってたりいけますね。全然いけますね。楽しかったです。やばかったですね。もうでも本当。こういう話を本当上田選手とできるようになるなんて本当2年前とか考えられないです。自分も1ミリも考えなかったんでですね。いやなんか本当今日は感慨深いというかめちゃくちゃありがたいです。ありがとうございます。ぜひ上田選手のチャンネル登録して見てみてください。よろしくお願いします。やばいですからね。もう本当日本人としてはこの体型でもうこのポテンシャル持ってる選手ってまずいないんで、なんか大会あったら確実に見てください。絶対いい試合してくれる。よろしくお願いします。ぜひぜひしてください。ではこれからも毎週、金曜18時に、投稿をしていきますので、ぜひ、僕のチャンネルの登録お願いします。じゃあこれからも空手家講室は一緒に強くなりましょう。おっすおっすおっす。ありがとうございました。ありがとうございました。得意技の膝蹴りの質問を受けたので早速解説していきたいと思います。自分得意技が膝蹴りなんですが、膝蹴りを打つ時に自分がよくどうしても、足蹴るわけです。で僕が、基本的には